今回は今の生活のままで簡単に自信を上げていけるかもしれない方法をお伝えします。そこら辺にいる一人間の考え方なので、友達感覚で耳が暇してる時にでもゆるーく聞いていただけたら幸いです。じゃあどんなやり方かというと、目や耳を鍛えるっていう方法です。目や耳を鍛えるってなんだよって感じかもしれないんですけど、私たちって口とか手から出る言葉が自分が考えてることだって思いがちじゃないですか。手からっていうのは文字を書いたり手話で気持ちを表現することですね。でも実際は目とか耳から入ってくる言葉も自分が考えてることしか入ってこないよなって気づいたんです。口とか手から出してる言葉と同じように、自分の脳みそが認めてる言葉しか受け付けてないんですよね。無意識ですけど。実際はたくさんの言葉が聞こえてきてはいても、結局は自分が正しい言葉として認めてない言葉は心まで入っていかないなって思ってるんです。だからその言葉を受け取る目とか耳を自分仕様に鍛えることさえできれば、今より自分に自信を持つのって簡単なんじゃないかなと思いました。例えば同じ容姿で同じ能力の A さんと B さんがいたとして、全く同じことを言われたとしても受け取る耳が違ったら言葉の意味って全く変わっちゃうと思うんですよ。下手したら180度。例えば誰かが A さんと B さんに手先器用ですねって言ったとするじゃないですか。でも A さんは自分のことを全然器用じゃないって思ってたら、頭の中ではさっきの手先器用ですねって言葉をただのお世辞として仕分けると思うんですよ。もしくは相手を適当な人だなとか持ち上げ上手だなとか勝手に人柄を認定すると思うんです。手先器用ですねって言葉を正しい言葉として認める耳がなかったら、多分何回言ってもどれだけ心を込めて伝えても A さんには届かないと思うんですよ。逆に B さんは自分自身は手先が器用だっていう自覚があるとするじゃないですか。その状態で周りに褒められた時、口ではいやいやとか言ってたとしても、心の中ではあれ、この人は随分正直な人だなとか、人のことをまっすぐ褒める人だなとか、人のいいところに気づくのうまいなって認定すると思うんですよ、人柄を。 A さんと全く同じ実力なのに最短で心に届くし、相手の人柄も無意識にいい風に解釈できるからモヤモヤもしないんですよね。こんな感じで相手の言葉が全く同じ言葉でも受け取る側の耳が違うだけで言葉の意味が全く変わることってめちゃくちゃあると思うんですね。もちろん入ってくる言葉の意味が違うわけだから、言われた後の感情も違うし、モチベーションの上がり方も全く違うじゃないですか。そうなったら最初の能力は全く同じだった A さんと B さんでも、褒め言葉をそのまま受け取った方の B さんは割とサクサク上達していくような気がしませんか？少なくとも A さんよりは気持ちよく過ごせると思うんですよ。で、私たちって結構自分を下げて表現する習慣がついてるじゃないですか。相手に不快感を与えないようにとか、調子に乗らないように無意識に自分に喝を入れてたりとか、それ自体の良し悪しは置いておいて、ただそうやって何かの事情があって一旦程よく下げて表現した自分がだんだん本当の自分みたいな気がしてくるのはもったいないと思うんですね。相手に嫌な風に思われないようにって
ほんのちょっと下げて表現しただけなのに、だんだん確かに私はあれもできないしこれもできない、やっぱり言った通りというか自分が思ってる以上に能力低いかもって、自分よりできる人がいるんだから自分程度のレベルでできるって思っちゃダメだって思い込んだりとかするじゃないですか。でもそんなわけないんですよね。料理でもダンスでも実際に自分が少しでもできるんならそれはもうできるじゃないですか。自分よりできる人がいるからできると思っちゃいけないシステムだったら、どのジャンルも世界で一人しかできるって言えないじゃないですか。しかもほとんどのものは比べられないものだから、下手したら世界で一人もできるなんて軽々しく言えなくなっちゃうんですよ。私よりできる人はいるだろうしって。せっかくここまで頑張ってきた自分とか才能のある自分がまだ最大限に発揮できていなくても、この体のどこかにいるわけじゃないですか。なのにできない、そんな能力ないって思い続けなきゃいけないなんて寂しいと思うんですね。ピカチュウがライチュウになんてなれるわけないピカとか、見た目が似てるだけピカとか言ってたら、そりゃ今はなってないし、まだ技術は足りてないかもしれないけど、でももうその素質その体にあるからってなりますよね。そのまま自分のできることをコツコツ鍛えていけばいいだけだからって。ちょっとポケモンに詳しくはないんで、なんかシステム違ったら申し訳ないんですけど、でもそういうことだと思うんですよね。で、話を戻すんですけど、今より自信を持つためには、自力で自分をどんどん認められるならそれが一番早いと思うんですね。でもそれ以外で上げていくなら、最初に言った通り、この相手からの言葉を受け取る目や耳を自分仕様に鍛えれば、割と簡単に自信を上げていくことができるんじゃないかなと思っています。じゃあその鍛え方なんですけど、何でもいいんですけど、人から軽くでも認めてもらった時に、今までならお世辞か本気かのどちらかで仕分けてたところを、どう受け取ったら自分の人生にとっていいかを考えて、その相手の言葉の意味を自分で選ぶようにするんです。相手の言葉を自分で選ぶって何って感じなんですけど、最初にも言った通り、受け取る側の耳で言葉の意味が変わるわけだから、結局どんな時も受け取る言葉を選んでるのって自分じゃないですか。例えばふと言われた字が綺麗だねとかも、自分で意味のないお世辞にしてもいいし、自分のモチベーションアップとして利用してもいいんですよ。自分から発する言葉が自由なのと同じように、入ってくる言葉も自分で自由に管理するんです。今までだったら人からの言葉の受け取る基準が、真に受けて恥ずかしくないかどうかだったとするじゃないですか。そしたら多分字が綺麗だねって言われたら、恥ずかしいから真に受けてないことが伝わるようにお礼をするとか、はっきり否定するとかで、もうその出来事が終わってたと思うんですよ。褒められた、対応した、終了って。でもそこをこれからは人の言葉をどう受け取ったら自分の人生にとっていいかっていうのを基準にするんですよ。そしたら褒められた、対応した、その後も発展してくると思うんですよ、話が。今回の話で言うと、何気なく言われた字が綺麗だねをどう受け取ったら自分の人生にとっていいかを考えてみて、まず自分の中では、この字が綺麗に見える人がいるんだ、嬉しいなって、そのまま受け取るんです、心の中で。でそのまま受け取ったら、次に字を書くときに、そういえばこの間
字褒められたなとか、どこが良かったんだろう、ちょっとこの文字だけ本気で書いてみようかなとかなるかもしれないじゃないですか。そしたらあれ確かに字うまいかもって思えたり、今まで字のことは意識してなかったけどこの字バランス取るの難しいなとかちょっと意識し始めたりして、何も考えてなかった頃より実際に上手くなっていったりすると思うんですよ。そうやって自分でも無意識に丁寧に書くようになってるから、違う人にもまた褒められたりして、また褒められた、やっぱり上手いのかなって実感湧いてきたりして、気づいたら本当に字が綺麗な人として過ごす可能性が出てくると思うんですね。もうこうなったら最初の言葉がお世辞だろうが何だろうがもはやどうでもいいじゃないですか。せっかくもらう言葉なら自分の人生が楽しめる仕様にしていいと思うんですよ。それに言った方も嬉しいじゃないですか。言ったことをまっすぐ受け取ってもらえて幸せそうに過ごしてたら、むしろいいところを見つけて隠さず褒めただけなのに嫌な人柄認定受けるのも悲しすぎるじゃないですか。で、中には勇気を振り絞って言ってくれてる場合もあると思うんですよ。見た目には現れてなくても。それなのに言わない方が良かったなとか、いいところに気づいてもこの人に伝えちゃうとむしろ関係性がマイナスになりそうだから言わないようにした方がいいかもとか思われたらもったいないと思うんですね。いいところを見つけたのに言えないとか、嬉しいのに受け取れないとか、そんなことですれ違うの寂しいじゃないですか。だし、シンプルにいいところ見つけたらすぐに言い合えて嬉しいって素直に受け取り合えるバージョンの関係と比べたら、明らかにこっちの方がお互い楽だし、お互いの人生にとっていいのは間違いないじゃないですか、比べたら。とはいえ真に受けてお世辞だったら恥ずかしいって思いもあると思うんですね。でも人生の中で大切なのって人の言ってる言葉が本当か嘘かではないと思うんですよ。自分が何を信じていきたいかだと思うんですね。だって実際何が本当か嘘かなんて誰も一生わからないじゃないですか。そもそも誰が言い出したことが基準なのって話多いじゃないですか。字が綺麗ってことだってどこかの時代で誰かが決めた基準がなんとなくこれが綺麗だよねみたいな感じで浸透していっただけだし、顔が可愛いとかかっこいいとかだってどこかの時代で誰かが違うこと言い始めれば全く変わったりするじゃないですか。下手したら同じ人が価値観変わって全く違うことを言い出すことだってあるんですよ。だから結局誰のどの言葉も一生確実になることはないと思うんですね。だったら何が嘘であろうと本当であろうと実はそんなに関係なくて、自分が何を信じたら幸せに歩いていけるかって、それが大切だと思うんです。もちろんそれで恥ずかしい思いもすることもあるかもしれないけど、自分を低く見積もったり下げて表現して落ち込んでた時よりは幸せだったり穏やかだったり楽しいと思うんですよ。ほんのちょっとかもしれないけど、でもマイナスじゃないならいいじゃないですか。あとは嘘で持ち上げて何か企んでるんじゃないかって警戒するパターンもあると思うんですね。その場合はただただ褒め言葉だけ頂戴して離れればいいと思うんです。フリーペーパーみたいな感じで。ああいうのも自分にとって必要な情報はもらうけど別に興味のないお店には行かないじゃないですか。どれだけお得なクーポンがついてても。そのくらいのスタンスでいれば
なんか企んでるって相手に対してモヤモヤしなくても済むし、自分にとって嬉しいものは頂戴できるしで、楽に過ごせると思うんですよね。褒められることと自分が何を選ぶかっていうのはしっかり分けておくっていうか、あとはそれ誰にでも言ってるんでしょって思って受け取らないこともあると思うんですけど、それももし本当に誰にでも言ってたとしても自分にマイナスはないじゃないですか。だったらありがたく受け取って自分で自分の好きなようにその言葉を活用していっちゃえばいいと思うんです。むしろその誰にでも言ってそうな人が自分にだけ言ってこないっていうのも、それはそれで寂しいと思うんですね。だったら私も褒めてもらえた、仲間に入れてもらえた、ラッキーくらいで軽く受け取っておけばいいのかなと思っています。ただ私がこの動画で言いたいのは、嘘とかお世辞が嫌だからっていう理由で本物の言葉まで拒否するのはもったいないなって思ってるんです。私たちって自分の顔を実物では見ることできないし、背中も実物は見えないじゃないですか。自分の体なのに。それを自分の代わりにまっすぐ見てくれてる人の本当の言葉まで取り逃がすくらいなら、もう嘘まで根こそぎ信じて過ごしてる方がまだ前向きに歩けるし、確実に積んでいけるものがあると思うんですよ。下手したらもともとなかった能力まで目覚めちゃうかもしれないし、こんな感じで人から何を言われるかとか、それが本当かどうかなんて自分には一生かけても管理できないことだと思うんですね。ただどうせ同じ言葉をこの目とかこの耳で受け取るんだったら、自分仕様に自由に鍛えて、自分の内側でその言葉を管理していければ、今よりちょっと自信がついて、さらに幸せが増えるんじゃないかなと思いました。以上です。この一人間の考えが誰かの何かのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。